はい、どうも、てなんです。現在時刻10月6日午前11時2分なんですけど、今ですね、チャンネル登録者様が99万9880名様なんですよね。厳密にはちょっともう早いんですけど、一点大事なお話をさせてください。いや、分かってるんですよ。ちょっと早いっていうのは分かってはいるんですけど、もう間もなく100万名様を突破するということと、僕自身の皆様に僕の料理を食べてほしいというのと、もうみんなで一緒にお酒を飲みたいというこの願望を叶えるべく、11月3日日曜日、場所は東京池袋におきまして、チャンネル登録者様100万名様突破記念ファンミーティングを開催することになりました。で、その詳しい内容に関してあまりここでもうブワッと言っちゃっても多分動画時間的にもすんごく長くなっちゃうので、どういった内容なのかというものを1個の動画にまとめました。で、そちらはサブチャンネルでもう公開してありますんで、そちらの方を見ていただいて、どうしようかな、行こうかな、行かんとこうかなっていうのを決めていただければ。で、大切なこととしましては、今回はチケットピアさんを利用させていただいて、チケット等を、ね、皆さんに販売させていただくんですけど、その販売開始時期が11月9日水曜日の、午前11時から販売開始になります。Google 大先生でチケットピアっていう風に入力していただいて検索してもらって、で、チケットピアさんのサイトでタニヤン登録者100万人記念ファンミーティングっていう風に検索してもらえると、僕のチケットの詳細がね、出てきますんで、そちらの方のページからね、飛んでいただければと思います。で、この動画でそれだけをお伝えしてもちょっとね、味気ないかなと思うので、ここでは1点だけ皆さんに当日の情報公開をしようかなと。当日はいろんな景品が当たるね、催し事なんかも企画してまして、その中の一番の目玉となるのがこちらです。もう白飛びしまくってもう何が何じゃでわからないと思うんですけど、このメモは一体何ぞやというと、僕いつも撮影前にその時のレシピをこうやったメモでこうまとめて、で、冷蔵庫とかカウンターとかにこうペタペタとか貼り付けるんですよ。そのメモを石焼きビビンバーぐらいかな。その時ぐらいから僕ちょこちょことストックしてたんですよ。それを一冊にまとめまして、手書きのレシピ本としてお渡ししようかなと思ってます。中にはもうお蔵入りになってしまって、日の目を浴びることがなかったクエしゃぶのレシピとかね、そういったものも入ってるんですよね。ただ何分走り書きでバババッと書いてるものもありますんで、字が汚かったらごめんね。こういった景品を数多くご用意してますんで、当日はね、どうぞお楽しみに。メインの方ではもうこのぐらいにしとこうかな。続きはサブチャンネルの方をご覧いただければと思います。だいぶね、告知が長くなってしまいましたけども、それでは本編の方へ、はい、どうも、てなんです。いや、皆さん今年もやってきましたね、鍋の時期が。で、僕もずっとここ最近これが食べたいなと思ってて、もうただひたすらもつ鍋が食べたくてしゃあないんですよ。今もう朝晩冷え込むしね。で、今回のスープをどうしようかなと思って、そういえばちょうど僕最近冷凍庫をね、開けなきゃいけないんですよね。違う食材が入ってくるんで。でも皆さんのご家庭の冷凍庫と一緒だと思うんですけど、この豚の頭の骨がちょっと場所を占めてたので、今回はこちらで豚骨スープを取って、で、その豚骨スープでもつ鍋を作ってみようかなと。で、なんかありそうでなかったですよ、今までね。でも想像したらわかる。これ絶対うまいやつ。というわけで早速、本日も作っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。まず何をするのかと申しますと、まずはこちらの豚骨スープから作っていこうかなと。で、この豚骨スープに関しまして、実は時の豚骨ラーメンの動画からいろんなね、お店の方にお話を聞きまして、今回のこれみたいに豚頭 100% っていうのもいいって言われたし、3回スープを取って全部合わせるっていう方も合ってるらしいんですけど、僕時コンプライアンス的に脳みそと目玉を取っちゃったんですよ。見せれんかなと思ったんで。ただこの脳みそからやっぱいい出汁が出るみたいで、甘いやつが。今回目玉だけは除去して脳みそは残してある状態です。前回と変わったのはそれぐらいかな。ではまず前回同様この血抜きからしていこうかなと思います。やっぱ結構赤く染まりますね。こんな風に赤く染まったら一度こう水を変えてあげて、でこの水が赤くならなくなるぐらいまでだいたい2時間ぐらいかな。まずは血抜きをしていこうかなと。では2時間後へ移動。結構綺麗になりましたね。そうしましたら、こちらの綺麗になった豚頭で煮出しに入っていくんですけど、こういう時に使えるのが寸胴。そしたらこの豚頭を加えて、
杯のお水。今だいたいこのぐらいの量ですね。で、今回のこの水の量ちょっと細かくなるんですけど、この後の流れとしては、まずアクを取って、で、その後3分の1になるまで煮詰めるっていう作業に入るんですよ。で、前回もっとたくさんのこの豚頭を使った時、水のかさ10リッターぐらいでだいたい90分ぐらい煮詰めて、で、だいたい3リッターとか4リッターとかそこら辺やったんですよ。ただ今回ちょっと少ない量で炊くので、前回と同じようにこうちょっと被るくらいの水量でいっちゃうと、多分1時間もしないうちにもう3分の1までいっちゃう気がするんですね。なのでちょっと水分量多めにしてあります。ちょっと説明難しいですけど、3分の1になるまで煮詰めるというよりかは90分炊いていい感じになるような水分って感じ。絶対伝わらん。まあ、とりあえずこちらを火にかけまして、火加減は常にマックス。だんだんと沸いてきましたら、まずは黒っぽいアクのお掃除。こういった感じの黒いアクで、この時表面にポコンと浮かんでる脳みそとかは拾わないようにアクだけを取る感じ。表面にポコンと浮いてる脳みそを取らないようにっていうのはなかなかなパワーワードな気がしますけどね。で、多分このぐらいの量だとこの黒いアクが20分ぐらい出ると思うんですよ。そしたらその後また白いアクが出てきますんで、またその白いアクを20分、合計40分かな。まずはアク取りですね。あれが綺麗になりましたね。僕何個あるからでずっとこうやってね、アク取りしてますけど、実際今この右腕めちゃくちゃ熱いんですよ。皆さんは何かしらの工夫をしてね、これね、大きなお玉を使うなり、なんか手袋をはめるなり、そうしましたら、ここから90分最高火力でこの煮汁をぐーっと煮詰めます。で、寸胴ってね、鍋底が焦げやすいので、結構頻繁にこう鍋底は取ってあげながら、というわけで無事90分煮出し終わりました。今がこういう感じ。そしたら一度こちらをこしまして、これが第一発目のスープ。もう脳みそは完全にもうこの段階で溶けきりましたね。なんていうか脳みそスープって感じ。結構クリーミーでいい感じじゃないですかね。で、こちらはもういいとして、こちらの骨、こうやってまだまだでっかい塊があるので、こちらをハンマーなんかを使って砕いてあげて、やっぱハンマーがあるとめちゃくちゃ楽んで、無事に細かくなりましたら一度寸胴に戻して、再びお水んで火にかけて、さっきと全く同じことをします。またぐーっと煮詰まるまで約90分間煮出します。ここは前回と一緒ですね。というわけで2度目のこしで、この2回目はさっきの1回目の出来上がったスープを見て思ったんですけど、1杯目が結構こってりと仕上がったので、多分これで鍋にしちゃうとちょっと重たくなるかなと思ったんで、90分でやらなく80分でもう揚げました。3回目も80分ぐらいでいいかな。そしたらまた同様に大きな塊は砕いて、でまた鍋に戻してお水加えて、そしてこれでラストですね。熱っ。よし、これでラスト終わりというわけで、こちらから1回目2回目3回目、煮出しの時間とかがね違うから何とも言えないですけど、やっぱ一番最初のやつの方がもうどのスープに仕上がりましたね。もうコラーゲンプルプル。そしたらこれらを一つにまとめて、あとはこの中に含まれてる小さな骨のかけらなんかをもう少し目の細かいざるでこして、これで豚骨スープ完成。いや、今回のラーメンスープ多分前回よりも全然うまそう。今回のはザ乳白色って感じ。今回のは前回のと比べると軽くてさっぱり、そして後味甘い。なんならちょっともう豆乳を思わせるような感じ。そうしましたら、ではここからいよいよ今回のメイン食材のこちらのもつの下準備に入ります。今回の部位はいつもと同じく島腸ですね。牛の大腸で、こちら朝ね精肉店の方から購入してきたんですけど、朝もっ
とピンクでめっちゃくちゃ綺麗だったんですよ。ただ豚骨スープを取ってる間にちょっと鮮度が下がっちゃいましたね。新鮮なもつとそうじゃないもつの見分け方っていうのが、こっちの脂身の部分、ここが真っ白で、こっちの裏側がピンクいもの、しかもものすごくピンクいもの、これが鮮度がいい証拠で、鮮度が下がってくるとこっちの脂身の部分が黄色くなってきて、でもってこちら側がちょっと茶番でくるというか、ちょっと黒ずんでくるんですよね。この2つを見比べると分かりやすいかな。新鮮なもつってこんな綺麗な色をしてるんですよね。でこちらちょっと何個か色が変わっちゃってますけど、まだ臭みは出てきてないんで、まだセーフって感じですね。ではこちらの下ごしらえというか臭み抜きというか、そういったことに参ります。でこのもつの下処理、いろんなやり方があるんですよ。代表的なもので言うと、粗塩でこう揉み洗いしたりとか、小麦粉で洗ったりとか、一番簡単なやつで言うと水でさっと洗うだけとかもありますけど、でこの塩も水も小麦粉も何のためにするんかなと考えてみたら、多分これ表面の汚れてると思うんですよ。島腸ってどうしても消化器系なんで、内容物がね中を通っていきますんで、多分その汚れをきれいに取るためにこの作業をすると思うんですけど、表面の汚れを取るだけやったら、ね、これを使ってもよくないと思って、片栗粉、実はもう少ししたら大量の片栗粉を取りに行こうと思ってまして、なので今自宅にあるこの片栗粉ストックも結構使ってしまいたいなっていうのもあるんですよね。で牡蠣とかエビとかの表面の汚れを取るときもこの片栗粉を使ったりするんで、もつでも応用は効くやろうなということで、今回は片栗粉を採用しました。では行きましょうか。まずは片栗粉をたっぷりと加えまして、で揉み込むようにしてしっかりと揉み洗い。しかもこの片栗粉を使う利点って、この後洗い流す時に排水口がね、小麦粉よりも詰まりにくい気がするんですよ、僕。小麦粉って水分を吸うんでダマダマになっちゃうんですけど、片栗粉は水分を吸わないのでサラサラーっと流れてくれるんですよね。それでもネットを使ってればね詰まるんですけど、そしたら水でさっと洗って、このもつから分離したこの細かい油、ここは避けながらこのもつを抽出。でこっちの分離した油の方なんですけど、これ加熱して余分な水分全部飛ばして、こういった感じで容器に詰めればラードになりますんで、厳密な意味のラードとはなんか違うような気はしますけど、すごく甘くておすすめの油になりますんで。で今表面の汚れが落ちた状態で、この後臭み抜きとして牛乳とかに漬け込むっていう方法があるんですけど、正直僕牛乳に漬け込む前と漬け込んだ後食べ比べてみたんですけど、そこまで違いが分かんなかったんですよね。ある程度新鮮なもつを使ってればその必要もないのかなと思います。でここから多分今回一番大事な作業に入っていくんですけど、自宅でもつ鍋を作った時に油くどくなっちゃって重たくなっちゃったんです、どうしたらいいですかっていうご質問をね結構僕受けることがありまして、端的に言うと多分その原因ってもつの入れすぎ。お店のもつ鍋をねイメージしてもらうと分かりやすいと思うんですけど、お店のもつ鍋って1人前に多分5個ぐらいしか多分もつ鍋のもつって入ってないと思うんですよ。比較的控えめな量しか入ってないと僕は思ってるんですけど、実際はくらいの量が適量なのかなって僕も思ってます。でも分かるんですよ。もつ鍋だからこのもつをいっぱい食べたいなっていうその野心、僕も分かるんですよ。いっぱいもつを入れたい、でも脂っこくはなりたくない。じゃあどうするのかというと、そうです、下茹でしちゃえばいいんですね。もうあらかじめこうやって下茹でしてあげて、余分な油をね落としてあげれば多少ね多く入れても大丈夫なのかなと。でなおかつこのタイミングでアクも取れるし、で生煮え防止にもなるし、で言っちゃえばこの抜いた後の油を精製すればラードも作れるし、一石三鳥なのかなというわけで、沸騰したお湯にもつをポイでゆら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 させながら、そうやな 2,3 分ぐらいかな、 2,3 分経ってこの脂身の部分、ここに透明感が出てきて、でこっちの裏側、この左手のところ、ここの色が変わってきたら一度これをすくい上げて、これにてもつの下準備終了。でやっぱりこのもつはね、この茹でたてにおろし生姜とおろしにんにく添えて、刺身醤油たっぷりつけて、これが一番うまい。ちなみに今もうこのぐらいの厚さで今層ができてるんですけど、これが全部もつの脂で、結構アクも取れましたね。このアク丁寧にすくい取った後、固まったこの表面の脂を取ればラードができますからね。
僕みたいな物好きな方はぜひ。それではここから今回使っていくキャベツとかニラとかごぼうとかもやしとかね、そういったものの下処理に入ります。んで、今回のもやしももう当然のごとくひげ根は除去済みっていう感じですね。では行こう。あとは適当な大きさにザクザクっと刻んであげちゃって、あとは爪楊枝とか竹串のこっちの尖ってない方を使って新芽だけくり抜いてあげて、でこのごぼうはしっかりと水分を拭ってあげて、フライパンにサラダ油とごま油、だいたい比率として1対1か2対1ぐらい。あとは先ほど下書きにしたごぼうを加えて、泡が落ち着いてきたら一度これを取り出して、今回のごぼうはこういったごぼうチップスで使っていこうかなと。理由としてはなんとなくで、ここから最後の仕上げに入っていくんですけど、今回のこの豚骨スープこのまんまで味もなんもないんですよね。いやちょっと語弊があるか、塩分とかが入ってないので、最後にパパッと返しを作っていこうかなと。返しも前回と一緒ですね。醤油が2で、酒とみりんが1ずつ、あとニンニクっぽい。あとはこちらを火にかけて、みりんとお酒のアルコールが煮切れれば完成。もう OK ですね。で塩分濃度的にもジャスト。そしたら返しはこれで完成。で今作ったこの返しなんですけど、僕前回の豚骨ラーメンで学んだ通り、この豚骨スープと返しを合わせた状態で火にかけるというか沸騰させちゃうと一気にこれが分離しちゃうんですよね。なので盛り付けの時はまず豚骨スープだけを加えて、で火にかけて具材に火を通して、で食べる直前にこの返しを加えてなじませて、もうそこから先は沸騰させないようにごく弱火で温めるっていう感じになると思います。今回これであれば分離しないかなということで、まずはもつ鍋のメインキャベツ、これをたっぷりと、でもやす、これもたっぷりと、そして今回は忘れない焼き豆腐、あとは今回のもつを気が済むまで、あとはニラベルトを渡して、でニンニクで散らかして、このニラベルトを崩さないように今回の豚骨スープをたっぷりと。でこの時どのくらいの量のスープを入れたかっていうのは覚えておいてくださいね。ここで加えたスープの10分の1、最後に返しを加える感じになりますんで、最後にごまベルトを渡して、ごぼうチップスをあしらって、刻み唐辛子ばらまけば、はい、これで豚骨もつ鍋の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。食の暴力、これ間違いなくうまいと思う。ちなみにこのもつ鍋に火をかける時のポイントとしては、蓋をしないでいじくり回さない。勝手にこの湯気でね、ニラとかにも火が通りますんでね。ちなみに今回のはもうもつにも火が入ってるし、キャベツ、ニラ、もやす、この辺も全部生でいけるもんなんでね、生煮えというものがありませんのでね、安心てなわけでして、
いただきます。豚骨を炊いた後のビールは格別。皆さんも一回豚骨炊いてみて、すっごくビールがうまくなるから。だからまず皆さん寸胴を買いましょうね。でもあともうちょっと時間かかりそうですんで、ちょっと粋なことをしましょうか。この豚骨スープだけをまずよそって、ここにお塩振って、バカほどうめえ。いやー、クリーミーだね。結構自宅でできる豚骨鍋スープの作り方、あれでね、牛乳を使うことが多いんですけど、もうまさしくそれ。ものすごくミルキーでクリーミー。やっぱ同じ動物性のやつだけでしょうね。ちょっと鶏白湯を思わせるようなね、そういった感じやね。でもこの段階でキャベツの甘みが出ますもん。うまいなーこれ。で本来であればもう火止めて、でこの返しを加えて、で完成なんですけど、間違いなくこの返しが入る分だけのスペースがないので、まずはこの塩味でいこうかな。いいね、いい感じにキャベツもくったくたやね。ならばこちらにも塩振って、よーっと溶かして、まずもつ。うまっ。やっぱもつはうまいね。ちょっと心配してましたけど、鮮度的に全然臭みなし。ただひたすらに甘い。でも飲み込むタイミングが未だにわからん。てかすごいよ、もうプルップルよ。もうほんと脂身プルプルやもんね。それは続いてスープを吸いまくってくったくたになったキャベツ。やっぱもつ鍋の主役はこれやね。もう文句のつけようがないね。唯一あるとしたらこれが鍋パーじゃなく一人鍋っていうことだけやね。やっぱ一人の食事は寂しいね。そんならばもうニラもいい感じですんで、一度火を止めて、この沸騰が収まってから今回の返しをこの豚骨スープの10分の1加えまして、そんでなじませて、もうこっから先は沸騰厳禁ですからねこれ。そしたらこちらの完成版いきますか。もう明らかに香りがもう違うもんね。これ絶対うまかろや。そしたらこのニラとごぼうももさっと、でスープ。これわかるかな、この色の違い。もう最高にうまいラーメンスープの色してるでしょ。おやっと、多分これあれだ。キャベツとかもやしから出た水分でちょっと薄まってますね。もうちょっと返しがあってもいいかも。では改めて。僕これまで普通のスタンダードの醤油、それから味噌、塩もつ鍋、変わるところで言うとごま豆乳、キムチ、いろんなタイプのもつ鍋食ってきましたけど、僕はこれが一番好き。バッチバチでうまいよ。これは酒が進むわ。これくどくなるかなと思ったんですよ。豚骨スープともつだから。でも正直全然くどくはないですね。多分もうもつの油をね、あらかじめこう、下茹でで抜いてるのと、この豚骨スープ自体のこの破壊力というか、そういったものがね、結構マイルドなんですよね。もちろん煮出す時間とかを加減したっていうのもあるんですけど、それ以上にこのキャベツからの水分、甘い水分、これが結構役割大きいかも。んでもってそもそもこの豚骨と牛もつの相性がバチクソでええ。いやこれマジでうめえ。確かプチッとなるキューブに豚骨醤油味が確かあったと思うんですよ。
あれなんかお好きなのかね、多分簡単にできると思いますんで、これ。関東の方とかはちょっとね、牛もつが手に入りにくいかとは思いますけど、いや、ほんとこれ相性めちゃくちゃいいんで、これほんとおすすめ。特に大学生の鍋パとかでこれしたら多分すっげえ盛り上がると思うよ。まあそういう時に僕みたいに豚骨から炊き始めると若干みんなから惹かれますけどね。じゃあすいません、僕はちょっと普通の食事に入ります。いやだってこれめっちゃうまいんやもん。っていうところで一発目がもうそろそろ終わりますね。やっぱ鍋って一瞬で終わるね、一発目はね。とりあえず、ここにある分は全部取っちゃって、で、こちら先ほどもお伝えした通り、沸騰させられないので、次の第2陣ちょっと時間かかるんですよね。だからもう早め早めの行動で。よいしょ。で、もやしももさっと。はい、もう一丁もさっと。で、もつ。よいしょ。で、もうニラベルトではなく、ニラをわさっといきましょうか。おいしさ。あとはニラがちょっとしんなりするまでしばし待つ。で、このごぼうチップス、今こっち食べてと思ったんですけど、これ先に入れちゃうと、せっかくカリッとしたね、ごぼうチップスが、水分吸って柔らかくなっちゃって、で、なおかつごま油の香りとかも飛んじゃって、影が薄くなっちゃったので、これ最後に添える感じがいいかもしれないですね。いい勉強になった。ならばこっちの続きに参りましょうか。で、こっちの第2陣が終わったらもう締めに入りましょうかね。今回この締めが楽しみなんですよ、僕。とりあえずまた食べ進めていきましょう。というわけで第2陣完成しましたね。やっぱお鍋は第2陣が美味しいよね。この野菜のスープが出た出汁ね。そしたらここで初めてこのごぼうを乗っけて、このごぼうと一緒にやっぱこっちの方が印象残りますね。ごぼうのね、いい香りのするわ。やっぱ一番最初に飲んだスープとは全くもって別物。あんまいわ。ではまたちょっと早送り。やっぱ飲み込むタイミングわからへん。ずっと口の中おるよね、もつってね。だからそれがいい。というわけでこちらで一応お鍋は最後ですね。ね、前田のことながら鍋物になると早送りばっかりになるというこのジンクス。とりあえずパパッとね、鍋自体は終わらせましょうか。いや、ほんと重ね重ね言っちゃうけど、ほんとこの豚骨スープともつ鍋めっちゃ相性いいけん、ほんと皆さんぜひ。おいしゃじゃあ締めと参りましょうか。もつ鍋といえばのちゃんぽん麺。なんかまだね、関東の方とかやとちゃんぽん麺まだ浸透してないみたいですけど、もつ鍋はおじやじゃなくちゃんぽんですよ。一応本場では。おじやも美味しいけどね。ちなみに今回のちゃんぽん麺はちゃんと製麺所から買ってきました。生ちゃんぽん麺。よいしょ。そしたら前のラーメン動画でも一度作ったこのちょいガチチャーシュー。豚骨ラーメンのスープを取ってる時にこれ作っときました、一緒に。気になる方はね、概要欄に豚骨ラーメンの動画多分貼ってると思いますんで、リンク先をね、そっちを見てもらえれば。これがうまいんすわ。
こんだけ分厚く切ってマジで柔らかいですからねこれ。んで今回余ってたニラをボン。んでちょっとこのちゃんぽん麺にスープを吸わせて、もうだいぶいい感じですね。ああもうやばい、もうチャーシューがやばい、もうこれですわ。箸で持てるギリギリの硬さ。これもちょいっと添えてスープを注げば、はい完成。これちゃんぽんなのかラーメンなのかよくわからないところですけど、まあ、言うなればちゃんめんもしくはラーポンなんかそんな感じのやつと言いますことで、シャーナソスバーボー。あーごちそうさまでした。いやーうまかったね。大満足。まあ、正直言うと今回ね原点回帰じゃないですけど、昔作った醤油ベースのもつ鍋あれを作ろうかなと思ってたんですけど、いやこっちの豚骨スープめっちゃうまかったですね。いやこれほんとおすすめ。冒頭にも言いましたけど、自分で豚骨を取るんじゃなくプチッと鍋キューブを使えばすぐできますんでね。しかも鍋キューブであれば沸騰させちゃいけないっていうこの縛りもなくなりますからね。まあでも自分で取ったこっちの豚骨スープの方がこう愛着も入るし、なんというか思い出もできるしね、いいかなとは思いますけど、僕みたいな物好きな方はぜひ。てかこの余ったスープもなんか水で2倍ぐらいに薄めればね、なんか炊き込みご飯かなんかできそうよね。でこれはもう私事ながらっていう話なんですけど、今この動画の撮影日が9月27日なんですよ。で9月27日の15時現在で今チャンネル登録者様が99万と1700名様いらっしゃるんですけど、もう間もなく100万名様も近いということもありまして、次回の動画はその100万名様突破記念っていうそういった動画になるかなと思います。その食材が明日届くんですね。どうぞお楽しみに。ていうか僕が一番楽しみなんですけど、というところかな。では今回この辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。